ボンジューパガボンバ島のシシです。今日はガラパゴスでエンジンを直した後の残りの太平洋横断の様子を皆さんとシェアしたいと思います。サンクリストバル島を出た日は順調に進みましたが、翌朝こんな感じで全く風のない8年前の横断を思い出させるような朝でした。午後からは少しだけ風が戻ってきてくれて、南西の風を受けながら少しずつ進んでいきました。そしてまた風がなくなり、エンジンで進んでいきます。風がなくなる自然現象はヨットで前に進みたい私たちにとっての大敵。でもどうすることもできません。こうして海が静まり、まるで溶かした鉄が目の前に広がっているような光景は今までも何度も経験してきました。モーターを使って走るのはヨットに乗る人にとって悲しすぎるけれど、結局今回もエンジンを使ってモーターセーリングが続きそうです。今回は子供と一緒ということで、おもちゃ選びも工夫が必要です。このチェスは揺れる中でも安全なマグネット付きなものを選んでいます。2日目、こうして平和な一日が過ぎていきました。3日目の朝になりました。夜中はもうずっとエンジンで進んでいました。この日はパナマで買った野菜がだんだん悪くなり始めてたので、その整理もしながら航海を続けます。こんな感じで大根も丸干し大根になってしまいました。先ほどの大根はこの日大根スープにしました。出汁を取った後の大根はじゃがいもの粉と合わせて大根もちもどきを作りました。大根が乾燥していたせいか、スープも大根餅も味が濃くて大根だけなのに美味しくできました。La route un petit peu du sud quand il suffit du vent et là depuis sur la droite et qui est de devant et ça a l'air de tenir, on espère que ça va tenir. Voilà, tout maintenant on a repris la direction plein ouest, filer vers les marquises au sud. GPS il a dit que là je crois qu'on va suivre la circulation. ということで、風を探しに南下することになりました。この日の朝、どこからともなく水が漏れてきて床がびしょびしょになっていました。原因はキッチンシンクの海水を汲むポンプで、こちらもジジが直してくれました。この日は朝から風もなくスピネガーだったのですが、意外にも潮の流れで、風自体は8から10ノットだったんですが、船はもう4、5ノットで順調に進んでいって、午後はこのようにジェノアを出して一日が終わっていきます。5日目は雨からのスタート。潮でベタベタだったボートも綺麗になるような気がして嬉しいです。雨を越えると風がなくなる、今回の旅はそんな感じの繰り返しでした。
風がなくなるとエンジンで進むことが多くなるのですが、その度に私たちの頭の中にはガラパゴスで出会ったキャプテナリーの方々やその上司の厳しい顔がちらついていました。皆さん軍服を着てらっしゃったのでちょっと物々しかったっていうのもありますけれども、とにかくいろいろとお世話になりご迷惑をおかけし、それでもありがたかったなとジジとも話しながら過ごしていました。結局この日はずっと雨の一日でした。魚を釣った後は風も出てきてどんより雲の下を6、7ノットで走ります。久々の揺れの中、少し酔いながら、そしてあざを作りながらのランチ作りでした。一日中小雨、そして曇り、綺麗な夕日はしばらくお預けです。この日も雨からのスタート。運転はオートパイロットに任せて私たちは少しお休みします。この雨でカリブのシクロンシーズンでも雨漏りがなかった後ろのキャビンがびしょびしょになってしまいました。ボートが進むにつれて少しずつ風も変化していきます。前からではなく後ろからの波に変わり楽になりました。前回の横断の際、ちょうど横断中盤の頃、私たちの南を走る一隻のヨットがレーダーに映ってジジがラジオで連絡を取ったんですね。その船はサマンサ号、一人旅をするルーディさんというスイスの方だったのですが、彼はサテライトでご家族と連絡を取って風予報、天気予報を確認しながら南下したとのことでした。当時同じ島に向かっていたので、遠回りでも風がある方が早く陸に着くという、到着するというのを身をもって学んでいました。今回南下した理由としては、前回のルーディさんの決断を見習ったというのもジジの中ではあるんじゃないかなと私は感じています。
ルーディとの出会いは太平洋のど真ん中、声だけで2週間くらいコンタクトを取る中でしたが、到着した島ではお食事に招いていただいたり、他の島でも偶然出会って飲んだりする仲となり、今でもジジとはメールでやり取りを続けています。ルーディさんはその後世界一周をされているのですが、その様子を昨年ドイツ語とフランス語で本にまとめて出版されたそうです。この日もエンジンを使ってのスタートになりました。昨日雨漏りで濡れてしまったものを干しながら走ります。この日は私がアジア料理を食べたくなってしまいまして、焼きそばにしました。ジジは文句言わずに食べてくれるのでありがたいです。キャプテンジジがお菓子を作ってくれています。一日中のモーターセーリング、なかなか前には思ったように進みません。お夕飯はだいたい毎日6時頃、日が沈む前に終わらせます。この日のデザートはジジの作ったガレットでした。15日持つどころか結局1週間も経たないうちに食べ終わっていました。前日の雨水で小物の洗濯をしました。洗濯の場はここです。ここは私たちのシャワーの場でもあります。毎日ほんの少量のお水で汗を流しますが、水のシャワーは本当に気持ちがいいです。これは何の音？ドー。これは違う。レじゃない。これですか？これくらいの怪我はよくあることで、流血事件や大きなあざを作ったりすることは結構あります。
日中は風がないことがほとんどだったので、スピネガーをつけ、夕方には下ろすという、そんな毎日でした。私たちにはインターネットも何もなかったのですが、万が一のための衛星ネットワークを使って先にマーキーズ諸島についているフランスの家族とメッセージでやり取りをします。もともとヒバオアという島に向かう予定でしたが、メッセージのやり取りでウアポーで落ち合うことになりました。本来なら4月初旬にはポリネシアに着いている予定でしたが、パナマ運河での渋滞に巻き込まれ、約1ヶ月後の到着を目指しています。この日はどんより雲を見ながら一日が始まったのですが、晴れ間も時々あって穏やかに進んでいました。ただ午後からやはり雨となってしまって、濡れながらのナビゲーション。雨雲の下にいる限りは風もあって、順調に6、7ノット、良い調子で進んでいきます。嵐でない限りは雨もありがたい天候。風が出てくると大変なことも多いですが、これくらいなら大丈夫。C'est dans la bonne direction. Ouais, il faut pas que le bateau parte trop en travers. Si le vent vient en travers, le bateau va remonter le vent. Et...この日は朝から風があり、順調に6、7ノットで進みます。海は穏やかな方。でも南からの波が少し高くなってきました。波をかぶりながらのセーリングでしたので、前方のキャビンに海水が入ってきて、ベッドが少し濡れてしまいました。やはり南下したせいもあって風が長く続いてくれることが多くなりました。こういう風のある日は洗濯ばさみなどで髪を留めながらのホームスクールです。たまには水しぶきを受けてびしょびしょになってしまうこともあります。この日も例外でなく水しぶきを受けながらの授業でした。pasta, salad, avocado.
ボートが進むにつれてどんどん東からの風に変わってきます。夕方に近づくにつれて風も強くなっていきます。朝は6、7ノット平均で、夕方からは7、8ノットくらいで進んでいきました。こういう風のある日はジジも嬉しそうに運転しています。ジジが部屋で休んでいる間、私がハンドルを握ります。私もボスがいないから気楽に運転してます。今回気をつけていたことは、子どものアクティビティ、公園にも連れていけないし、ボートが順調に進んでいる間は泳ぐこともできないので、絵を描いたり一人遊び以外何かしらのアクティビティを考えながらの日々でした。ただジュジュ君もボート生活が長いので、この頃にはうまく時間を過ごせていたのかなと思います。On va lui couper la tête. 釣れたお魚は子供には外側を少し炙ってお刺身に、私たちはソテーで美味しくいただきました。12日目、穏やかな海、私にはちょうどいいくらいの風の強さ、5、6ノットで進みます。この日のことを私はあまり覚えてないのですが、メモには自分がパンを焼いたことだけが残っていました。それくらい平和な一日でした。これまでで約1400マイル、2270キロ進みました。まだ中間地点にも達していません。風がある日は150マイルほど進む日もありましたが、1日平均100マイルと少しの航海。ジジは出発する前に、今回は20日間での横断を達成すると言っていましたが、なかなかそうはいきそうにはありませんでした。風も海も私たちに優しい分、ゆっくりですが着実に陸へ向けてと進んでいます。
海の上にいると毎朝太陽が東から昇り西へ沈むという繰り返しを毎日目の当たりにします。朝方には必ず太陽が昇り周りを明るくしてくれて、日差しが強すぎて困ることもありますが、太陽光のありがたさを毎日かみしめていました。それから夜の月の明るさ、月明かりが暗闇を照らしてくれる中、キラキラ輝く水面を見ながらの航海は美しいの一言。そして月がない夜は星がとてもきれいに見えてきます。写真やビデオに撮れないのは残念ですが、天の川もはっきり見えて星降る夜空の下を航海するのはロマンだなぁと思います。もう一つ、月明かりが強くない夜、プランクトンたちが私たちの船の周りを蛍光色の緑の粒となってキラキラと輝いて見えるのが私の楽しみともなっていました。今は GPS もありますし、ネットも海の上で通じる時代。だからこそそういったもののない時代に大西洋太平洋を渡った先人たちの勇敢さと偉大さに脱帽し、思いを馳せることもしばしばありました。この時計には気圧計もついていて、天候の変化などを知る目安としています。今日のやつはパンプキンケーキを作りました。かぼちゃは長持ちするので今回3つほど買い込んできました。またカツオドリが来てくれました。太陽光パネルを汚されるとちょっと困るので、今回はこうやって板を外に出して、そこに泊まっていただきました。おはよう。ボンジュ前回の太平洋横断との大きな違いは、一つ目は天候。前回2016年とにかく暑かったです。その年はエルニーニョの年で全く風がない日々が長く続きましたが、今回は風が少しでも吹いてくれる日が多かったです。8年前は海に死んだカジキマグロが浮いてるのを1回見たっきりで、こうやってトビウオが跳ねる姿もなく、世界の生物はどこに隠れてしまったのかと思うような日々でした。前回ようやく釣れた魚は見たこともない表面のヌルヌルした深海魚で、食べれる魚は1匹も釣れませんでした。そして鳥さえも飛んでる姿を1羽も見ることがなかったです。今回鳥の飛ぶ姿や魚が跳ねる姿、イカや魚が朝起きると打ち上げられている姿を見て、かわいそうだけれども少し安心感のある横断でした。この日の朝ごはんを食べに出たバルサザールは何度か戻ってきてたんですが、とうとうどこかへ飛んでいってしまいました。寂しい。前日の夜の海が激しく、ガス台が夜中に外れてしまっていました。
朝になって2人で直していきますが、揺れる中での修理はなかなか時間を要しました。この朝方2時ごろ、私は嵐に巻き込まれた夢を見て目が覚めました。相当船が傾いていて、さすがにちょっと怖いなと思った夜を過ごしました。この夜通し 6.5 から7ノットで進んでいましたけれども、夜だともっとスピードが出ているような感覚に陥るのは私だけでしょうか。前回の太平洋横断との大きな違い2つ目はボートのコンディション。前回は途中オートパイロットがおかしくなり、少し強い風が吹くと航路から外れて夜中にセールを下ろしたり、嵐のような雨に巻き込まれて怖い思いをした記憶があります。オートパイロットは電気の消費もあるため、冷蔵庫で保管していた食料を守るために最後の1週間はオートパイロットなしで時々と2時間交代で運行しました。とても暑い中に1日12時間の運転は決して容易ではありませんでした。今年のこのヨットはオートパイロットがしっかり動いてくれて、本当にオートパイロット様々でした。ジジにとっては3回目、私にとっては2回目の太平洋横断ですが、前回のことを思い出しながら航海していきます。この日もこうして日が暮れていきます。心配した東からの雨雲は北側へ過ぎ去りました。ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、北側は雨雲、南側は青い空が広がります。雨雲が近くに来るとやはり風も吹いてきます。それはそれでありがたいことですが、嵐や雷には巻き込まれたくないですし、大きな雨雲が見えてくるとハラハラする時も何回かありました。ガラパゴスを出てから18日目、この頃になるとほぼほぼ真東からの追い風を受けての走行となりました。
久しぶりにスピネカーポールを使ってジェノアを固定しています。実はコロンビアに到着する前にある一部のメタルの部分が壊れてしまっていました。私のロープの扱いが悪かったのと強風が原因です。パナマリーナやパナマで直せるところを探していましたが、なかなか見つからなかったのですが、知らぬ間にジジが工夫して応急処置をしてくれていたようです。そして前回の横断との大きな違い3つ目、それは私自身のコンディション。前回の横断では私の体調が優れず、パナマを過ぎたあたりから貧血が始まり、その後も強い船酔いが続きました。前回の様子のショートムービーを見てくださった方はご存知だと思いますが、当時の私は妊娠していました。妊娠しているなんて全く思ってもいなかったので、長く辛い船酔いにしか感じていなかったのですが、少しでも風が吹くたびにスピネガーを出したり下ろしたり入れたり出したり、それを手伝うのも体力的に辛くて、ジジと大喧嘩をしたこともあります。一番ひどい喧嘩をした時は、怒り浸透した私が海に飛び込んでヨットの進む方向とは反対側に泳いでいったこともあります。その後ジジはセールを下ろしてエンジンで迎えに来てくれたんですけど、本当にそれくらい辛かった。ただジジに迷惑をかけたことに関しては反省しています。当時2時間交代で舵を取っていた際には、毎日翼をくださいを歌っていました。今すぐ船を出て飛び立っていきたかったんだと思います。あとは太平洋で起こった歴史が走馬灯のように思い浮かばれてきました。東北の震災のことはもちろんですし、戦争のこと、そして特攻隊の方々が家族に送った手紙の内容を思い出したり、いろいろなことが頭をよぎり、涙しながらハンドルを握っていたこともあります。後で考えるとホルモンバランスが崩れていただけなのかもしれませんが、当時本当にあまり食べれなくて体も弱って痩せてしまっていたので、エモーショナルになっていた横断の日々でした。今回はガラパゴスから出た後、疲れもあってか発熱したこともあったんですけれども、体調は良好で、そして何より3人とも健康に過ごせたのがありがたかったです。前回は南米からの漁船や日本の何々丸という漁船がレーダーに映り込みましたが、今回はこれが初めて。中国の貨物船のようです。残念ながら魚は釣れませんでした。Donc tu peux faire un dans les 1, 8 dans les 4.海の状況が穏やかだったので、船底の掃除も兼ねて3人で久しぶりに泳ぎました。
この日も東からの追い風で走り続けます。この日は人生最後の太平洋横断ということで撮影会をしました。先ほどスピネカーポールをジジが直してくれたと言いましたが、これがその写真です。大抵の不具合や故障は直す部品や道具が揃っていればジジが直してくれます。それがなかったら私は今頃どこかで死んでいたかなと思うことも多々あります。一日中穏やかで雨雲も見えなかったため、一刻も早く島へ着きたい一心のジジは夜通し中スピネカーを出して走行する決断をしました。丸ごと乾燥ナスができていました。とはいえ貴重な野菜、美味しくいただきます。ここ数日お魚は引っかかるんですが、釣り上げることはできませんでした。しばらくお魚を釣り上げることができなかったので、ジジはどうしても釣り上げたい様子です。穏やかな海に綺麗な夕日、パーフェクト。こういうセーリングだったらあと 2,3 週間このまま海の上でもいいかななんて、前回の私からは想像もつかないようなことが頭をよぎっていました。あれじじあれじじ。またもやお魚は釣れませんでした。Picking it. This is the last morning. I hope. 前日は風が弱くて、夕方からスピネガーを出してやっと進み出した私たち。夜11時頃から風が強くなって船が傾きすぎで私は目が覚めました。この前日もスピネガーを出して夜走行していましたが、起きた時にはすでにジジが片付けていてくれてました。原因は大きな雨雲。夜中3時には風が強くなって
久々にエンジンをかけるようなシーンがありましたが、なかなかかからず少し焦った覚えがあります。ただ夜を越えるとこうしたまた穏やかな海、あともう少し頑張ります。Ouais, juste pour essayer de... Puis partager l'espace avec notre passager. この日、私たちの小さな幸せな出来事は、パナマで買った最後のリンゴをみんなで分け合って食べたことです。冷蔵庫の中で長く取っておきすぎてふかふかしていましたが、貴重なリンゴ。何でも美味しく感じます。皆さんお気づきか分かりませんが、左前方に島のようなものが見えてきました。おそらくファチュユクという岩山の無人島だそうです。それでもジジは陸だーと叫んで感動していました。この日にもうすぐ島が見えてくるかなって期待してたんですけれども、最後まで見えずじまいでした。この日は家族全員早起き。島も目の前のすぐそこ。Congratulations, Captain. Captain, il doit dire qu'il a envie de recommencer cette traversée tout de suite. Parce que l'eau était tellement extraordinaire, elle nous a fait des plats succulents, elle nous a gâtés avec des beaux petits goûters, et des petits rafraîchissements, des coca aussi. Vraiment, ah là là, elle a été merveilleuse. Ah non. «島がすぐそこ」と言っても船に乗る方は分かってらっしゃるかもしれませんが、結構時間を要することがあります。でも今回は島に近づいてもそんなに風が弱まるっていうこともなく、順調に進みました。前方に鳥の大群が見えたのでそこを通過しました。鳥が群れていると魚も釣れる確率が大きいので、長いセーリングの時は鳥の群れをめがけていくこともしばしば。案の定念願のお魚が来ました。ウアポという島は私の想像する緑の美しいフレンチポリネシアとはちょっと違っていましたが、やっとフレンチポリネシアらしい尖った岩山と美しいグリーンが広がっているのが見えてきます。25日ぶりにアンカーを下ろしてやっと到着しました。近くにボートを止めていたセーラーの方が迎えに行ってくれました。知事の長女のアナちゃんとヤユくん、やっと会えました。
この後家族全員で潜って船底を掃除しました。ナナちゃんとヤユくん2人は毎日このビーチで私たちを待っていてくれたようです。これからこの4人でタヒチまでの旅を続けます。